こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は BB 戦士、デスティニーガンダムを作っていきたいと思います。いやー、デスティニーガンダムは最近話題ですよね。私もこのビッグウェーブに乗り遅れないよう、デスティニーガンダムに手を出していこうと思います。それでは早速今回作るデスティニーガンダムを確認していきましょう。はい。こちらが今回作る BB 戦士デスティニーガンダムになります。箱の中身はランナーが3枚。クリアパーツランナーが1枚。ボディキャップランナーが1枚。そしてシールと説明書が1枚ずつ入っていました。光の翼が入っている分、他の BB 戦士よりもランナーの枚数が多い気がします。エフェクトも豊富で作り応えがありそうですね。はい。箱の中身を確認して、パーツの破損や欠品がなかったので、デスティニーガンダムを組み立てていきたいと思います。デスティニーガンダムを組み立てるのには、タミヤの薄葉ニッパーを使用しました。BB 戦士のデスティニーガンダムは、全体的にモナカ割りの構造になっているため、比較的簡単に組み立てることができます。簡単に作れるのはいいことですね。はい。こちらが組み立てが完了した、BB 戦士デスティニーガンダムになります。これは、かっこいいじゃない。目立つ肉抜き穴や、成型色による色分けも少ないですが、十分かっこいいですね。しかもお値段880円ですよ。光の翼までついてきてこのお値段ですからね。かなりのお買い得商品だと思います。さて、それではかっこいいけど少しだけ物足りないデスティニーガンダムを、各部の改造と塗装を行い、最新の MGSD に負けないように格好よく作っていきたいと思います。はい。それではデスティニーガンダムの改造を始めていきたいと思います。まずはパーツの各部にある、目立つ合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用するのは、クレオスの流し込み接着剤。この流し込み接着剤を、合わせ目部分にたくさん流し込み、流し込んだ接着剤がプラスチックを溶かすまで、40秒程度待ちます。接着剤を溶かして少々時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目から溶けたプラスチックが、むにっとはみ出てきたら合わせ目消しはほとんど成功です。多分、接着剤を溶かした後は、この状態で最低でも1日置いてしっかり乾燥させましょう。接着剤が乾燥したら、合わせ目からはみ出ているプラスチックを、彫刻刀を使用して、大まかに取り除いていきます。彫刻刀を使用して大まかにプラスチックを取り除けたら、デザインナイフを使用して、合わせ目部分にカンナ掛けを行います。この作業で彫刻刀で取り除けなかったプラスチックを一気に削ります。カンナ掛けの注意点なのですが、デザインナイフに力を入れすぎるとパーツがかなり傷つくので、ほどほどの力加減でナイフを動かし作業しましょう。デザインナイフでプラスチックを削ることができたら、紙やすりを使用して、これまでの作業で荒れたパーツの表面をきれいに整えていきます。紙やすりを使用してパーツをきれいにすることができたら合わせ目消しは完了です。作業の前後を比較すると、合わせ目がきれいに消えていることが確認できますね。はい。続いてデスティニーガンダムの各パーツに開いている、肉抜き穴を処理していきたいと思います。まずは適当に用意したアルミホイルを、パーツの肉抜き穴に詰めていきます。アルミホイルをパーツに詰めることで、パテによる全体の重量増加を抑えたり、何より使うパテの量を節約できるので、ぜひやっておきたい作業ですね。パーツにアルミホイルを詰めることができたら、エポキシパテをパーツの肉抜き穴に詰めていきます。用意したパテをよく練り合わせ、パーツの肉抜き穴にパテを詰めていきます。このパテを詰める作業では、朝食スティックや、スパチュラなど、ちょっとした道具を使うと作業しやすいですね。パテを肉抜き穴に詰めるとこのようになります。ちょっとだけ多めにパテを盛るといい感じ。さて、肉抜き穴に詰めたパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、パテをパーツの形に沿って成形していきます。この作業は失敗したら修正が大変なので、少しずつパテを切り取っていきましょう。デザインナイフを使用してある程度パテの形を整えることができたら、
リューターを使用して一気にパテを削っていきます。このような小さいパーツの作業では、削る力があまり高くないビットを使うと、失敗が少ないかもしれません。リューターを使用してパテを削ることができたら、鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、リューターで荒れたパテの表面をきれいに整えていきます。パテをきれいに成形することができたら、肉抜き穴処理は完了です。作業前後を比較するとこのようになります。今回は割と左右対称にパテ成形ができたんじゃないかな？はい。続いて頭部のアンテナを改造していきたいと思います。まずはアンテナの裏に開いている肉抜き穴を処理していきます。肉抜き穴を処理する工程は先ほどと同じなので、割愛しつつ紹介していきます。まずはパテを穴に詰め、パテが乾いたらリューターを使用して、一気にパテを削っていきます。アンテナは目の粗いビットで作業します。リューターでパテを削り切ったら、ヤスリを使用してパテをきれいに整えていきます。パテの表面がきれいになったらアンテナの肉抜き穴処理は終わりです。アンテナの肉抜き穴を処理し終えたので、続いてアンテナの先端を鋭く尖らせていきたいと思います。まずは紙ヤスリを使用して、アンテナの先端を平らに削り、接着面を作ります。接着面を作ることができたら、アンテナの先端にプラ板を貼り付けていきます。使用したプラ板は 1mm 厚のものになります。プラ板を接着するのに使用したのは、瞬間接着剤。爪楊枝などの道具で適量接着剤を取り、アンテナの先端に接着剤を突してプラ板を貼り付けていきます。この時、割と強くプラ板を押し付けた方が接着力が強くなるらしいので、一応ある程度の力をかけてプラ板を押し付けています。今回はアンテナの先端にプラ板を2枚貼りました。瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、貼り付けたプラ板を大まかにカットしていきます。この作業中にプラ板が取れてしまう場合がありますが、やり直しは取れていない部分の作業が終わった後にしましょう。プラ板をある程度切ることができたら、鉄ヤスリと、紙ヤスリを使用して、貼り付けたプラ板がシャープになるように削り込んでいきます。この作業は根元から先端に向けてヤスリを動かすと、どんどん先端が鋭くなっていきます。作業中に取れたプラ板を貼り直し、アンテナの先端を尖らせることができたら、アンテナの改造は完了です。はい。それでは最後に、デスティニーガンダムの細かい部分の改造を行いたいと思います。まずはコテに開いている穴を塞ぎます。穴を塞ぐのに使用するのは、太さが 3mm のランナーです。コテの開いている穴にランナーを差し込み、適当なところでランナーをカットします。ランナーをカットしたら、彫刻刀を使用して少しだけランナーを押し込みます。ランナーをパーツに押し込み、くぼみを作ったら、作ったくぼみに瞬間接着剤を突します。突した接着剤が乾燥したら、鉄ヤスリを使って、接着剤を削っていきます。くぼみを作って接着剤を突することで、ランナーとパーツの隙間がきれいに埋まり、見た目がきれいに仕上がります。コテの穴はシールドを取り付ける穴なのですが、シールドは使わないので見栄え重視で処理しました。続いて剣部の改造を行います。何も加工していない状態の肩パーツは、腕を取り付ける際にスペースがなく、少し取り付けづらい状態です。このままだと塗装後に腕を動かすと塗装が取れてしまうため、肩の内側を削り、塗装後も安心して動かすことができるように改造していきます。肩パーツの内側を削るのに使用した道具はユーターです。削る力が強くないビットを使って、少しずつ削っていきます。リューターでパーツを削り終わったら、紙ヤスリを使用して、リューターで荒れた作業箇所をきれいにしていきます。紙ヤスリでパーツをきれいにすることができたら、肩の改造は完了です。肩パーツの内側を削ったことで、腕パーツの付け外しがスムーズになりました。これで塗装後も安心して動かすことができますね。続いてパーツのエッジ出しを行います。BB 戦士のパーツは角が少し丸まっていて、可愛い雰囲気なので、エッジをカクカクにしてかっこいい雰囲気に仕上げたいと思います。まずはじめに、彫刻刀を使用して、パーツの角を削り込んで、大まかにエッジを出していきます。この作業は彫刻刀の裏側を使用して、パーツの角の丸みを潰すようにするといい感じ。
彫刻刀を使用して大まかにエッジを出すことができたら、デザインナイフを使用して、エッジ部分にカンナ掛けを行います。この作業でえぐれてしまった部分の修正や、削りが甘い部分を仕上げていきます。デザインナイフを使用したカンナ掛けが終わったら、鉄やすりを使用して、パーツのエッジを仕上げていきます。この削り作業は平らな鉄やすりを使用した方がエッジを作りやすいと思います。ヤスリを使用してエッジを仕上げたら、デスティニーガンダムに行うすべての改造作業は終了になります。はい。こちらが改造作業が終わった BB 戦士デスティニーガンダムになります。少し前の BB 戦士ということで、モナカ割りのパーツだらけでしたが、合わせ目消しの作業は嫌いではないので、私は作っていて結構楽しかったですね。パッと見た感じでは、うまく改造ができているようなので、デスティニーガンダムにサーフェイサーを吹き、最終的な改造の仕上がりをチェックしたいと思います。手直しする部分がないといいですね。はい。デスティニーガンダムにサーフェイサーを吹きました。合わせ目を消した部分の引けもなく、いい感じに仕上がっていると思います。まあ、私のことなのでだいぶミスを見逃していると思うのですが、作業をしているうちにミスに気がつくでしょう。多分。さて、改造も順調に終わり、サーフェイサーを吹き、手直しをする部分もなかったので、このまま塗装作業に入っていきたいと思います。それではデスティニーガンダムの塗装を始める前に、塗装に必要な準備をしておきましょう。塗装の準備って意外と大変ですよね。特にパーツをクリップに取り付ける作業。意外と時間がかかってびっくりします。まずは黒の塗装から始めていきます。この塗装に使用した塗料は、タミヤのナトーブラック。この黒色を各パーツの裏側に塗装していきます。パーツの裏側を黒く塗装することで、奥行きや立体感を出すことができます。続いて白色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、コラックスホワイトです。このコラックスホワイトは隠蔽力が高く、筆塗り塗装で白を塗る際には必須な塗料だと個人的には思っています。まあ、少し明度が低いことが気になりますが、ストレスフリーで作業できるのが一番ですね。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレットです。モンザレットは割と隠蔽力が高いので、数回塗料を塗り重ねるだけで綺麗な赤色を作ることができると思います。細かい部分を塗装する際ははみ出しに注意ですね。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレーです。今回は関節などに使用するグレーを、無難な色を使って塗装してみました。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセットです。先ほど塗装した白と同じで隠蔽力が高く、一撃で綺麗な黄色を塗ることができる優れものです。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのガンダムブルーです。この塗料は個人的に隠蔽力が低いと感じるので、綺麗な青色を作るのに時間がかかる印象です。面倒くさがらず、少しずつ丁寧に塗装を繰り返していきましょう。続いて明るい青色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのスミレ色です。この色は隠蔽力がとても低いので、何度も丹念に塗料を重ねて塗装する必要があります。頑張って綺麗に発色するまで塗装を繰り返しましょう。はい。デスティニーガンダムの基本塗装が完了しました。この段階でリタッチ作業を済ませて、光沢のトップコートを吹き、墨入れ作業に備えましょう。それではデスティニーガンダムに墨入れを行っていきます。まずはタミヤエナメルの、フラットブラックを使用して、ダクトの奥や目元など、黒く塗りつぶす必要がある部分に塗装していきます。フラットブラックを塗装し終えたら、タミヤの墨入れ用塗料ブラックを使用して、デスティニーガンダムに墨入れをしていきます。BB 戦士なのでメリハリが効くように、濃い色で墨入れをした方がかっこいいかな？
墨入れ塗料が乾燥したら、エナメル溶剤と綿棒を使用して、モールドからはみ出た塗料を拭き取っていきます。この作業はあまり力を入れず、少しずつ塗料を拭き取っていきましょう。力を入れて作業をすると、せっかく塗装した塗料が剥げてしまいます。墨入れ塗料をきれいに拭き取ることができたら塗装作業は完了になります。はい。デスティニーガンダムの塗装が終了したので、最後の仕上げを行いたいと思います。まずは光の羽を改造していきます。BB 戦士デスティニーガンダムに付属している光の翼は、先端が丸まっていて蝶々の羽みたいなので、デザインナイフを使用して、羽の先端を尖らせていきます。光の翼の素材は柔らかいプラスチックで加工しづらいですが、鉛筆を削る要領で作業すると、結構うまく作業できると思います。羽の先端を加工するとこのようになります。蝶々の羽から雰囲気が変わってかっこよくなりましたね。続いてデスティニーガンダムの目にシールを貼っていきます。合わせ目消しをした頭部には、元々の大きさのシールを貼ることができなくなってしまったので、デザインナイフを使用してシールをカットし、サイズを調整してからシールを貼り付けていきます。このシール貼り作業、なんとか効率よくできる方法はないもんですかね。両目にシールを貼り、綿棒でシールをしっかり圧着することができたら、デスティニーガンダムに行うすべての作業は終了です。それではすべての作業を終え、完成した BB 戦士、デスティニーガンダムをご覧ください。はい。こちらが完成した、BB 戦士デスティニーガンダムになります。これは、かっこいいじゃない。苦労して作業したおかげで、すぐみと比較するとかっこよくなりましたね。新しい MGSD のデスティニーガンダムもいいですが、BB 戦士のデスティニーガンダムもかっこいいですね。はい。デスティニーガンダムに光の翼をつけてみました。BB 戦士のデスティニーガンダムはクリアパーツが豊富についているのがいいですよね。デスティニーは光の翼がないとダメですよこれ。さて、余談はここら辺にして、今回の作成で失敗した部分の話をしたいと思います。実は今回、結構な失敗をしたんですよ。それは、パーツの破壊。デスティニーの羽をぽっきり折ってしまいました。幸いねじ切れるようなパーツの壊れ方ではなかったので、修理は簡単でしたが、力ずくでパーツを外そうとするのはダメですね。しっかり確認しながら丁寧に外すことを心がけないと、余計な手間がかかってしまいますね。このパーツ破壊事件が今回の作成で最大のミスでした。さて、それでは最後に、BB 戦士、デスティニーガンダム作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。ガンプラは改造や塗装をするだけで印象が大きく変わるので、今回の動画がガンプラ制作の参考になれば幸いです。今後もプラモデルの動画を投稿していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Are you listening? Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your